この前初めてネットカフェに行きました。どうでした？女性専用スペースもあってとても快適でした。へえ、私はまだ行ったことない。韓国では国がマスク生産量の大半を買い上げて公的機関経由で供給を開始していますが、あまりうまくいっていないようです。供給が需要に全く追いつかず、農協や薬局、郵便局などの販売先では混乱が起きています。こうした混乱を受けて、韓国政府は配給制に準ずる供給法案を用意するとしています。政府の一括買い上げの報道が出た時に、これで本当に国民に配布されたら素晴らしいですねとコメントしましたけれども、思ったようにはいっていないようですね。十分な数が確保できていないのに急いで売り出したので買えない人が続出して不満につながりましたね。私は当初配布かと思っていたんですけど販売なんですよね。1人5枚までで1枚100円とか150円とか、社会保障番号で管理するのかと思っていましたけど、これでは重複して購入する人も出てきますね。簡単に言うと見通しが甘かったということですよね。そうですね。どういう絵を描いていたのか。とにかく大行列を作って買えない人が出るというお粗末な結果に終わりましたね。販売量や販売日時がバラバラだったことも失敗の原因ですね。これでは購入枚数が一度に5枚までになっただけで、普通に販売したのとあまり変わらない結果になってしまいました。転売屋も慌てて値下げしましたけどその必要もなかったようですね。次は準配給制ということで、当初私たちが想像していたような、一人一人個別に配布するということでしょうか。確実に個人に一定量配布するということなんでしょうね。最初からこうすればよかったのに。ただこれも簡単にはいきそうにないですが。韓国政府は買い上げ量を生産量の 50% から 80% に引き上げるともしていますね。この準配給がうまくいけば叱るべきところにも行くでしょうし、国民にも少量ですが偏りなく配布できるはずですね。ただ全員が不足するということは変わりないですね。あとは医療機関や店舗など集団が集まりやすい叱るべきところへの供給が不足しないかと疑問が残ります。そして買い上げ量引き上げはさらなる副作用が発生するとされています。やっぱり何かありますか？現在の 50% でも生産メーカーは悲鳴を上げているという報告があります。既存の取引先の納品量を十分に確保できず、契約解除するしかないというのです。韓国政府は公的販売用に供給しなければ訴訟にかけるとも言っているのでメーカーとしては強制的に対応しなければならないようです。また、契約先と公的販売用を生産しようとしたところ、機械に過負荷がかかって故障してしまったという事例もあるようです。これでは政府がメーカーの首を絞めているということですね。政府はメーカーを支援するということでしたけど。しかし具体的にどのように支援するのか、迅速にできるのか、その点については課題だらけですね。また、韓国の国内生産量が1日1200万枚、人口は5200万人ですから算数が苦手でなければ状況が理解できるはずです。医療従事者や感染者も考えると完全に不足しています。輸出規制もさらに強化してほぼ輸出できないようにするそうですが、これについてはどう思いますか？前回の時点で原則禁止にすればよかったのだと思います。ただ受注分を納品しなければならないから即刻禁止にはしなかったのか、メーカー側に何かしらの理由があったんでしょうね。韓国のマスクは優秀で世界から需要があるとか喜んでいる場合ではなかったんですね。結局1月2月で中国をはじめ、米国や日本に大量に輸出してしまったしわ寄せが今になって出ているということです。見通しが甘すぎましたね。テグでの集団感染が全ての状況を変えてしまいましたね。そうですね。それさえなければ安定供給を継続できたかもしれません。そういう意味では中国は囲い込みに成功しましたね。初期段階で世界から大量にかき集めて、今は実質上輸出禁止ですもんね。アリババのジャック・マーが日本に送った100万枚以外はほぼ海を渡っていないようですね。韓国では輸出規制が逆効果となっているという報道がありましたが、これはどういうことでしょうか？これも政府の見通しの甘さというか、例外を認めないやり方が生産量低下を招いているということなんです。マスクメーカーによってはフィルターを中国から輸入しているそうで、中国には原材料を供給してもらう代わりに完成品の一定量を中国に提供するという契約を結んでいたそうです。しかし輸出規制によって十分な量を中国に供給できず、その結果原材料の供給が止まってマスク自体が生産できない事態に陥っているということです。やはり世の中はそれほど単純ではないんですね。
これは表面の数字ばかりを見て政策を強行した政府の失敗ではないんですか？そうも言えますが、業界にいなければわからないことなのでこういうことは生じるでしょうね。急いでいたので拙速になりましたね。事前にメーカーと十分に話す必要があったんじゃないでしょうか。話し合いの場には中小メーカーはあまりいなかったでしょうからね。大手が取れる対応に中小が合わせるしかないという形になって色々と不都合が発生しているようですね。なので業界への支援が適切に行われないケースも発生しそうです。そんな中で韓国では布マスクの利用や使い捨てマスクの再利用、さらにはマスクが不要な状況についてガイドラインが提示されました。布マスクについては今更という声が上がっているようです。感染の危険が低い場合とされていますけど。これはマスクにポケットがついていて、そこに静電フィルターを入れるというものです。静電フィルターがある程度の粒子なら遮断するからということです。研究機関である程度の効果が実証されたと報じられています。日本で流行りますかね？ちょっと見てみたんですけど、韓国にあるような薄っぺらい静電フィルターが売ってなさそうです。アリババには売っていますが。次に、再使用についてはちょっとだけ使った場合は同一人物なら1時間ほど紫外線に当てて乾燥させて使っても良いとしていますね。汚染が少ない場所での短時間利用の場合は再使用してくださいということのようですね。韓国食品医薬品安全所長によると、米国疾病予防センターは最大5回まで再利用できると手順があるということですが、これは医療現場での高性能マスクの再使用についての話ではないでしょうか。アルコールの使用や電子レンジ、ドライヤーで乾かすのは良くないとしていますね。あと、公的販売で偽物が売られたということですけれども。公営のオンラインショッピングで政府の認証を受けたと販売したものが、実は認証されていないものだったようです。公営ショッピングなのに、何をしているんでしょうね。最後に、特に混雑していない屋外や屋内、換気の良い個々の空間ではマスクが必要ないということです。これも曖昧なところだらけですけど、少なくとも一人で近所を散歩するときは不要だと思いますね。今韓国政府はマスクが不足しているので、あの手この手で代替品の提案や過度な利用、または過度に高機能なものの常用を抑制しようとしていますね。WHO の勧告とは手洗いが重要という点以外は大きく違いますね。それでもベストは常に高性能品をつけることですから、できれば購入して使い回さずに使用したいですけどね。散歩のように屋外でちょっとした活動をするだけなら医療用の最高級マスクはいらないので状況に応じて適切にということです。韓国の認証レベルごとにかなり細かくこれを使えと指針を出していますから。